はい、皆さんこんにちは。お疲れ様です。ババアのゲームチャンネルへようこそ。本日は後々予定してたインドの万年筆を前倒しして紹介します。なぜかというと、ランガのグループバイが始まっちゃったので、インドのエボナイトを説明したくて先にアップします。中国万年筆もこれから紹介しますけど、順番が前後します。私スケジュール管理できない人間なのでお許しください。今日は急遽前倒しでインド万年筆第1弾です。インドの万年筆第1弾、エボナイト軸になります。2021年2月の2日ですね。なので1ヶ月近く経ってるんですけど、個人的に面白かったんですけど、どんな動きするのかなと思ったら、セーラーから出発します。国不明のまま郵便物が動いてて、トラックしたらどこ行くんだろうこの荷物と思ってトラックしてたら、案の定戻ってきましたね、セーラーの方に国不明で動いてて、セーラーの方に戻ってまた再び出発してっていう、いや面白いですね。届くって信じてたんですけど、インドらしいなと思いましたね。インドのキウイペンズっていうところのサイトですね。そちらで注文しました。今スマホが充電中で、いつもだったら操作しながら見せるんですけど、この辺に貼り付けますね。多分こちらが最安値じゃないかな。最安値のクリック。感動だよね。ハンドライティングすごい嬉しい。注文してくれてありがとう。If you have any query、なんか疑問あったら適当に私に連絡してねと。このパッケージにはこんなん入ってるよと。クリックのバンブーエボナイトの万年筆入ってますと。あとフリーでおまけに万年筆つけましたよって。もうサービス精神がさ、インドとアメリカ特にすごくて、こういった手書きプラス普通に販売してるものをくっつけてくるんだよね。この寄付精神すごいなと思うが、ついたらちゃんと確認してね、このパッケージって言ってよろしく。2021年2月の2日キウイペンズ .com ですね。私が時々利用してます。ここだとね、エボナイト芯とかカンライトの2部が安く手に入るし、送料もね3ドルぐらいですごい良心的。インドだと10ドルから20ドルなんだけど、送料。キウイペンズはね、送料3ドルぐらいだから、中国と変わらない値段で送ってくれる。インドのエボナイトの質がどのくらいかも分からずに頼めないよと思う人いると思うので、ぶっちゃけすごい。加工技術もエボナイトの技術もさすがインド。競争激しいからね、インドのエボナイト。じゃあやっていきましょう。しかもこれカーシブイタリックだね。この字体もめちゃくちゃかっこいいし、サジさん見てる？多分チェックしてると思うんだよね、インドの方って。こういうさ、一番安い価格帯でも丁寧に袋に入れてくれるんですよね。すごいかわいい。早速開けていきましょう。ぶっちゃけもう開けてるんですけどね。ちなみにエボナイトは初めてじゃないです。私の初めてのエボナイトは正弘万年筆、中山万年筆、エボヤ万年筆。世界中のレビューを見る限り悪いレビュー見ないんだよね。相当神経質じゃない限り。普通だったらさ、5万10万するものが10分の1の費用でさ、文句言ってる人ダサくない？マックに入ってさ、神戸牛出てこないとか言ってるの超うざくない？ということで見ていきましょう。すごくない？わかるかな？ごめんね、いつも部屋暗くて。これちょっとシェーファーチックなんだけど、これはクリックっていうかなりインドで有名なメーカーさんになります。一番安いタイプなので、ここがアクリルなんですけど、もうここだけエボナイトって言ってもすごくない？ここエボナイトで、ペンシンもエボナイトなので、わかるかな？ちょっと行儀悪いんだけど、カチカチ鳴らすね。エボナイトって天然ゴムっていう説明だから柔らかいと思ってる人いると思うんだけど、普通に硬いんですよ。当たり前なんだけど、エボナイトの詳しい説明もそのうち入れますね。今日はちょっと面倒なんで省いちゃいますけど、めちゃくちゃ丈夫なの。劣化とかさ、心配する人いるけど大丈夫。その前に自分劣化してるし、劣化し終わる前に自分死ぬから、何をそこまで耐久性を求めてるのか私はちょっと理解できないんだけど、ごめんね。マーブルエボナイトでもいろんな種類があって、このタイプリップ柄って言うんですけどね、めちゃくちゃかっこいいの。わかるかな？しかもね、ごめんね、
指紋を見せたくなくて手袋してるんだけど、この触り心地もう超癖になる。エボナイト知らない人はね、ぜひインドのエボナイトに挑戦してほしいね。基本こういう動画見てる時点で挑戦的だと思うんですけど、しっとりしてて、かつ何がいいかって、こするとゴムの香ばしい香りがするの。ダメな人はダメかもしれないんだけど、結構嗅覚ってね、脳を覚ますから、勉強中にむしゃくしゃするしてこすってこう嗅ぐじゃん。すっきりすんのもうイライラするたんびにこすって嗅いでみ。集中力爆上がりするから。爆上がりは言い過ぎか。目覚めるから。本当にさ、香りと脳の関係性って結構強くて連動するからね、その面でもおすすめなんだよね、エボナイト。やっぱエボナイトはね、ロマンですよ、ロマン。じゃあ先に大きさ比較なんだけれども、サファリですね。ほぼサファリと同じサイズ。シャーペンより大きいし、だいたいジェットストリームぐらいかな。こんな感じかな、バランス。ペンケースにも入りやすい。こちら安くてアイドロップなので、持ち歩きにはそんな向いてないかな。家で置いといてガシガシ書くタイプ。さて、重さが、キャップが 7g、 インク入れた状態で 13.4、 ポストした状態で 20g。 なんだろう、ぬくもりが違う。ぬくもりが、後から漆は塗れるんで、その辺も後々語ると思います。全長が139、キャップが約62、セクション部分が約20、バレルがだいたい 87.5、 ニブが 16.4。 このニブはアイドロップ専用なんだけど、サイズが 5.5 ぐらいかな。サイズ6よりちっちゃい。でもね、ちっちゃいからってね、甘く見ないでね。パイロットもそうなんだけど、カスタム74には74の5号の書きやすさがあるんで、これがキャップ内、こちらがキャップですね。とてもシェーファーのノーナンセンスに似てますね。日本語だとノンナンセンスで、英語だとノーナンセンスになりますね。伸びますね。持ってるんですけどまだ紹介してないので、後日シェーファーのノーナンセンスは紹介します。言いにくいな。もう見てすぐ分かりますね。エボナイトシン、このペタッとした感じ。だいたいアイドロップ用の、ペンシンはこんなタイプが多い気がします。一応イリジウムポイントのニブですね。エボナイトらしい香りもするし、しっかりしてるし、私は気に入ってます。先に少し調整したんだよね。アイドロップなのでこのネジネジが長いです。インク漏れ防止のためにね。長いでしょすごい回数今やったでしょ。アイドロップ用のエボナイト芯ですね。怖い。手が汚れるのが怖い。ネジネジがあってフィードが飛び出てますね。エボナイトフィードですね。で、溝入ってるの分かるかな。エボナイトフィードに上の方にこうちょこっと溝が入ってます。なんかかっこいいね。エボナイト芯ってやっぱかっこいいんだよな。で、アイドロップ型、名前はアイドロップって横文字でかっこいいんだけど、つまりは軸に直接インク入れてますっていうタイプです。こういう感じで、もちろんネジネジもハンドメイドです。手作業ですね。黒インク溜めてるの分かりますかね。シリコングリス塗ってるんですけど、内側も塗って大丈夫ですからね。シリコングリスとインクは混ざり合わないので、インク漏れ防止のためアイドロップの場合は内側も外側も私は塗ってます。ペリカンのピストンもそうですよね。滑りを良くするのに内側に塗りますけど、混ざり合わないので、漆と違ってね。そしてこの長いネジネジを巻いていって、この一手間嫌いな人いるんだろうな。私少し手間かかる方が好きなんですけど、でいっぱいインクも入るし今ここ中の気圧変わったからプクってなったね。じゃあ書く前に一番最初少し渋かったので、フローを良くするのにこのシクネスゲージっていうのを使います。メイドインジャパンです。700円ぐらいかな。さすがにダイソーでは売ってないはず。かなりペラペラのグッズなんですけど、シクネスゲージって言って、インクフロー、スリットを少し気持ち開く、素人でもできるタイプですね。
2部をいじりすぎると調整のプロでさえ戻すの大変になるので、できるだけ2部はいじらないでください。ただスリットを気持ち広げるぐらいは OK だと思います。インク入ってる状態なんですけど、ちょっとアップにしよう。最初に言っとくと、外れの2部じゃなかったんだけど、個人的にもっとインクフローがいい方が好きなので、少しいじりました。インク入れた状態で、この完成した状態でやる人、日本人でいいのかな。海外だと普通なんだけど、シクネスゲージの詳しい話はもしかしたら他でやるかも。とりあえずこんな感じで白と調整してるんだよって話ですね。スリットに対してまっすぐね、グニグニやるとさすがに怒られちゃうんで、スリットを気持ち広げるイメージ、広げるっていうかもう通すだけ、まっすぐ通すだけで十分インクフロー変わります。こうはまってるの分かります？ぴったり。これで通すでしょ。これ何も変わってないように見えるかもしれないんですけど、1回通して書いてみる、2回通して書いてみる、3回通して書いてみる、徐々に変わります。これだけで。だからガシガシやるとおかしなことになるんで、もう丁寧にまっすぐ通しましたよぐらいで済ませてください。グイって開くのはあんまりおすすめしないですね。2部を変形させちゃったり、スリットがこう食い違っちゃったりするとややこしいんで、1回通すだけでもだいぶ変わるんでね、スリットを広げるのに使うミリ数とペンシンのインク詰まりを直すミリ数は違います。沼ってるせいでケチってるから、これは爪磨きの女性用のものなんだけど、一番細いやつね、こう粗く削れるやつはペンポイントすぐなくなるから、もう一番細かいやつ、肌にこすっても痛くないやつね。金属でできたたわしあるじゃん。粗い紙やすりで削るってそういうことだからね。皮膚を金属のたわしで削ると痛いでしょ。もう刺激のない優しいスポンジぐらいにサラサラなものを使います。お姉ちゃんでもお母さんでもいいし、もしかしたらお父さんも持ってるかもしれない。お父さんが出してきたらそこは偏見なしでね、受け入れてください。フィードバックがありすぎる、もしくはスクラッチでちょっと引っかかりがある場合は、ペンクリじゃなくても自分でこう本当肌を撫でるぐらい強くこすっちゃダメです。肌にニベア塗るぐらいの感覚で、プロはガリガリやってるけど、そんなことしたら叱られます。あくまでいざとなったらペンクリや慣れた人に調整してもらえるぐらいのもうソフトな感じで、あくまでペンポイントを削るイメージじゃなくて、ガリガリ削るイメージじゃなくて、こうガリガリ削るイメージじゃなくて、つぶつぶした粒子を長い落とすみたいなイメージですね。ペンポイントを削ろうとするんじゃなくて、本当に優しい感じで滑らするのであればね。みんな初心者で下手で、いくらかペンは壊してるはずなので、自分でリスク取って責任持てる人だけ試してみてください。机の上でできるチャレンジなので面白いんじゃないかなと思って紹介しました。今日はもうすでにインク入れちゃってますけど、ペリカンのロイヤルブルーですね。何かのおまけでついてたものです。では行きましょう。信じらんない。3月11日か。2021年3月11日です。忘れちゃいけない日ですね。インド万年筆のクリック。非常に似てる。プラチナの書き味にすごい似てる。日本の地幅だね、これね。F2 部なんですけど、私これフローよくしてるんですよ。偉そうに調整済みって書いてますけど、シクネスゲージとヤスリちょっとかけただけですから。でも元は多分体感的にエキストラファインじゃないかな。プラチナの書き味。フィードバックがね。でスクラッチはなかったんだけど、
スクラッチはなかったんだけど、もうちょっとフィードバックを軽減させたくてヤスリがけして滑らかにしました。充電終わったので出しますけど、20ドルじゃなくて 17.99 か、約18ドルです。で送料が3ドルなんで21ドルぐらいかな。クリックのバンブーエボナイト、クリックの説明なんですけど、クリックってかなり古いインドのブランドです。でクオリティも良くてエボナイトアクリルを作ってますと。でこれはアイドロップのフィリングだよと。でエボナイトのバレルのデザインはとってもユニークで、同じものは一つとしてないよ、こう混ぜ混ぜしたマーブル柄ですからね。でキャップはアクリル、バレルはエボナイト。ブラックリップルっていうのはブラックのしましまをブラックリップルって言いますね。リブのタイプはステンレスです。でスチールゴールドプレートシャープ6って書いてるんですけど、多分6じゃないかな。インクキャパシティは 2ml ですね。リブポイントのインディアンファインっていうのは非常に日本語のプラチナの万年筆そっくりです。書き味も字幅もプラチナの鉄ペンとそっくりになります。そうだ、これ言っとくの忘れた。キウイペンはワールドワイドフリーシッピング45ドル以上。これすごいんですよ。ハンドメイドの 100% ハンドメイドのエボナイトがこんな感じで結構安いんですね。クリップいろいろ選べるんですけど、ここでは紹介しないんですけど、キム ACR もかなり有名です。これと迷ったんだけどね、とりあえず一番安いのでエボナイトの質を確かめたかったので17ドルの方を選びました。これ筆圧なしね。これ筆圧あり。オープンニブなんで多少変わりますね。少しフィードバックが強めでスクラッチはなかったんだけど、上方面も調整しました。若干ね、やらなくても書けるんだけれども少し滑らかにしました。めちゃくちゃプラチナっぽいすごいプラチナっぽい。これでもよくしたんですけど、それでも若干ウェットっていうよりドライ寄りですね。調整しちゃったんで結構書きやすいインクフローにはなってるんですけどね。ちょっとスペースなくなってきちゃったんですけど、マスヤやりますかね。ほらわかるかな。エキストラファインに近いですね。全然違う。この字幅を見ても硬い書き味なのがわかると思います。インクフローも渋め。品質が悪いわけじゃないんですよ。あくまでこの性質が渋くて硬めなだけであって、もちろんこれムーンマンじゃないんだけどさ、これはクリックなんだけど、これ全然違うでしょ。同じ鉄ペンとは思えないよね。面白い。中国が滑らかパイロット寄りだとしたら、インドは相変わらずプラチナ寄りって感じかな。昔ながらのプラチナ寄りって感じ。マスヤでも全然こう細めで潤沢に出るので。ということで今回も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。こちらがインドの万年筆第1弾クリックエボナイト2000円の万年筆になります。素晴らしいね。素晴らしいよ。この不純物が日光エボナイトより若干多いのと、あと加工の時のすり跡があるぐらいで価格がもう激安なので、第一弾としては上々ですよ。もう変わらないって言ったら語弊があるんだけれども、一旦安いエボナイトを経験してから5万10万のに手を出す、そういう
ステップを踏む。もうエボナイト大国だからね、インドって。日本は日光エボナイトしかもう企業がないんですけれども、もちろん世界最高峰ですよ、日光エボナイト。でも高いんですよ。学生が手を伸ばすには高い。で、軸のみの販売がないので、そういった意味でインドのエボナイトから始めてみるのも私はありだと思ってます。だって品質高いんだもん。日本の次に低いだけで世界の OEM 扱ってきたメーカーさんだらけなので、そういったところも含めて今後紹介していきます。エボや正弘万年筆、中山万年筆ほどじゃないにしろ、価格が10分の1で似たようなものをこれからお出ししていきます。気になる方はぜひ登録して待ってみてください。お願いします。それじゃあまたおやすみなさい。じゃあねー。